Hi everyone, this is Guridon. 皆さんこんにちは、Guridon です。Today, I'm here with 勝也。今日は勝也をゲストとして招いてます。はい、ウルバン、勝也です。よろしくお願いします。Today, we're gonna talk about study abroad. 今日は留学について話していきたいと思います。We're gonna speak Japanese, but there's gonna be subtitles, so if you are curious how we think about Seattle or how we think about the US,please watch. Let's get started. はい、では始めていく前にまず勝也自己紹介をお願いします。はい、勝也です。どうやって会ったかっていうのは、僕がアメリカに留学した時にそこのカレッジで、一緒に会って、そこで、一緒に勉強したりとか、そこ以来なんでもうかれこれ4年ぐらいの知り合いです。ちなみに今は何してる？今はこの前まで仕事をしてたんですけれども、今はあと半年ぐらいしてイギリスに留学に行くので、その準備を今してます。じゃあ、質問に入っていきたいと思います。1問目、はい、まずじゃあどこの国を選んで、どこの国と地方を選んで、なんでそこを選んだのか教えてください。はい、僕が行ったのはアメリカのシアトルで、そこに行った理由は単純に英語をその時にやっぱり必要かなっていうふうに思ったので、単純にこう勉強するで、英語を勉強するためにはやっぱり英語圏に行った方がいいのかなっていう、若干安直な理由ではあるんですけれども、それで選びました。ちなみにどのくらいの期間？僕は行ったのは1年間ですね。1年間。はい。じゃあ結構楽しい状態で日本に戻ってきた感じ？そうですね。もうこう一番気分が高揚している時に帰らなきゃいけない。そうI miss シアトルみたいな。そう2問目、はい、シアトルに行く前にシアトルを調べたり、シアトルに行く学校を調べたり、どうやってその情報を集めましたか？その時何も情報はなかったので、その時大学生だったんですけど、大学の人に聞いたりとか、あとはよく多分日本で多いのかわかんないんですけど、留学の斡旋会社を使ってそこの人に僕こういうのしたいんだけどどういう情報があるとかっていうのをいろいろ聞いて、情報を集めてきました。僕も情報斡旋会社使いました。ただ探せば無料でやってくれるとこもあります。いや結構高いですよね。いくらぐらい使った？抑えられるところですね。でよくあったのが正直に言うと30万ぐらい僕払って、そのパスポートじゃないやビザとかやってくれる会社にお願いしたんですけど、そのノースシアトルカレッジに行った後に「あれ私無料でやってもらったよ」みたいなのが結構あったので、今留学考えてるそこのあなた、無料であるところがあるっていうのを、知っておいてください。そうですね。あとよく最近見るのは、このコロナっていうのもあると思うんですけれども、オンラインで無料で全部聞いてくれるで、チャットみたいな形で返してくれるところも結構あるので、ぜひ活用してみたらいかがでしょうか。自分でやった方が安いのかもしれないけれど、やっぱりビザが遅くなったりするとちょっと心配だと思うので、そこは使ってみた方がいいのかなっていうふうに僕は個人的には思います。そうですね、僕は思います。はい。じゃあ3番目、はい、シアトルに行く前、シアトル、どっかその留学に行こうかなと思ってた時に、そのアメリカシアトル以外に他に行ってみたい国とかってありましたか？さっき話にもちょっと出て英語を勉強したかったっていう理由なので、アメリカの他にも例えば国で言ったらイギリスなんか頭の中に出てきている場所で、あとはアメリカだと西海岸行きたいなって思ってたので、カリフォルニアなんかも結構頭で考えてましたね。そこでじゃあシアトルを選んだ理由は？僕結構占いが好きで、で当時スピリチュアルなタイプまさしくなんですけど当時イギリスとアメリカで迷っていた時に占いのところに行って、アメリカの方が運命的な出会いを感じたのでアメリカに行く。であとシアトルとカリフォルニアのところはその留学の斡旋会社との兼ね合いと、あとは都市ダウンタウンからどれぐらいの距離離れてるかなっていうところを考えてシアトルを選びました。
ちなみにその運命的な出会いってを感じたってどういう詳しくは占いに行った時にそのサイコロを3つ渡されて、全部がいつもの普通の6面体じゃなくてもっと数の多いやつ3つ渡されて、でそれを振った時にイギリスって思った時は別になんともなかったんですけど、アメリカって思って振ったら全部の目が1だったんですね。ちょっと怖い怖いっすね。鳥肌立つ。それはちょっといやもうこれはアメリカに行くしかないだろうと思ってアメリカを選びました。なるほど。僕はちなみにシアトル選んだ理由は日本の大学に通ってる時にカナダに留学したことがあって、で、カナダに本当は正直行きたいなって思ってたんですけど、カナダって実はなんかアメリカよりトーフルのスコアとか高くて、そうでなんかアメリカの大学だとなんかそのアメリカじゃ大学についてる英語コースを受ければそのままカレッジコースに行けるよっていうのが結構主流であって、でトーフル受けたくないっていうのとトーフル高いんでのと、英語力がまだそこそこだったので、じゃあアメリカで英語コースから行こうかなっていう感じで決めました。で、シアトルはねカナダも近いし、値段とかってどうだった、その時考えて値段はその時はあんまり意識してなかったけど、うん4年生の大学に編入する時になって気づいたのはやっぱカナダの方が相当安い。カナダの方が多分半額ぐらい4年間行ってた。そう楽しかったですけどね、シアトル。そうですね。はい、4問目。はい、シアトルに行く前にどうやって英語を勉強しましたか？多分日本に住んでる人だったら割とみんなそうだと思うんですけど、日本の義務教育を終わってその後大学受験のところまでずっとやったので、文法とかはそれなりにできたかなって思うんですけど、すごい、なんか日本人あるあるなやつでただ、それあとは向こうに行く直前はさっきトーフルの話も出たんですけども、トフルをやっぱりちょっとは勉強しておこうっていうので、それ用のコースだったりとか授業みたいなやつを受けて、なんとなくの準備はしていました。スピーキングよりはライティングの方が得意？まさしく、あとはリスニングよりもリーディングの方がっていうね、ザ・日本人の感じですね。ちなみに僕はもうライティングもリーディングもすっごい苦手なので、とりあえず日本の大学の時に外国人の教授を探してご飯一緒に食べたり、なんかブッククラブっていうなんか本を読まない、ただ英語で会話をするだけのクラブっていうのがあって、そこに参加したりして、名前とそれは関係あるの？だから一応集合とかも図書館であったんで、なるほどねそういうところでスピーキングとか勉強していました。ちなみにじゃあ、シアトルに行ってから大学では英語いっぱい勉強したと思うんですけど、その大学以外で意識したこととかってありますか？よく言うのが、その自分だけになった時間にどういうふうに多分英語に触れれるかって、日本語をなるべく立てるかっていう状況を作るために自分の住んでたところの近くに地元の人が行くようなバーがあって、そこに夜の時間、自分が宿題終わったりとかした時に行って、で周り全員知らない状況だけど自分の中でルール作って、1回お店に入ったら30分から1時間は誰かと話すまでは絶対に出られないっていうルールを設けて、すごいストリクト。それをなんか週何回かをやってったら、なんかそこの地元の友達もできてきて、そしたらなんか自然と英語を使ってその生きた英語というか学校以外の英語を学ぶ機会もできたので、そこが良かったのかなと思います。やっぱアウトプットが大事って言うもんね。あとはそうこれ思ったんですけど、それこそ僕なんか典型的な日本人なんで、その一番何が障害になってるかっていうと、多分シャイ恥って思ってるところをいかに克服するか、早いうちに克服できるかっていうのがきっと留学する時の鍵になるんじゃないでしょうか。大事。どうでしょう。すごい大事だと思います。なんかね、やっぱバカになれじゃないけど、なんか全然喋らなくて家でドラマ見たり教科書で勉強したりとかっていうのはやっぱ留学してても意味ないんで、やっぱね恥ずかしさを忘れてどんどん話していくっていうのが大事かなと僕も思います。赤ちゃんになったと赤ちゃん
いやそれなんかね、そうよく言うんだ聞きます。そうへえ。もう赤ちゃんって何でも分かんないことも全部言う、ああ、もうバカになれ赤ちゃんになれっていうのはよく言いますね。なるほど。2番目、はい。まあ、日本からアメリカに行った後にこれ持って行っとけばよかったみたいなものってありますか？今留学考えてる人たちに。はい。まあ多分それぞれ行く場所にもよると思うので、まあ、一概には言えないんですけれども、僕が行ったのはまあアメリカで、僕のこう体格もそんなにこう大きいっていうかむしろ華奢な方なので、服ですね。衣類はものすごく困りました。そんな言うよそれは。サイズがない。向こうのそうもうね向こうの XS サイズでもやべえでかいって思ったことはあります。確かに僕 S 着てましたからね。これでですよ。174センチ、体重80キロぐらいあるんですけど S 着てたんで。だからまあなんでしょうね、まあ自分が日本では普通ぐらいと思ってる人は多分向こうの S も大きいので、じゃあ服は結構向こうで買えるわっていうのりかはこっちでしっかり持ってった方がいいかなって感じ。持ってった方がいいですね。なるほど。結構なんか西海岸に行くとカリフォルニアとかちょっと分かんないんですけど、シアトルだと何でもあるよね、まあ、日本のプロダクトは、だからまあなんかそんなにこれ持っていかなきゃって思わずに、まあ、必要最低限でいいのかなっていうのは思います。まあ、ただやっぱ日本のものがあるって言ってもちょっと高いんで、まあ、持っていけるなら持っていった方がいいのかなっていうぐらいで、まあ、軽く考えてもいいかもしれません。まあ、服はもしかすると結構大事かな。そうですね。シンは何かありました？いや僕は薬かな。なんかやっぱアメリカの薬ってちょっと容量が大きいというか、強すぎたりするって聞くじゃないですか。で、まあ、結構その自分がよく使う薬は持ってってたんですけど、なんか向こうに行って胃が痛かったり、なんかちょっと胸焼けがすごい時期があって、でそれでなんかやっぱ向こうの薬を使っていいのかなっていう心配がすごく最初あったので、やっぱそういうなんかまあ普段ならないような病気の薬とかもまあ持ってっていくとちょっと便利、ちょっとまあ安心なのかなっていうのはありますね。そうですね。まあ、さっき言った通り、まあ、ほぼ買えるんで、最後の方なんて僕普通にアメリカの薬使ってましたから、あとなんか結構向こうでその処方されたやつを自分で半分に切ったりとかして使ってる人もいましたよね。なるほど。なんでまあ意外と何でもいける。服みたいなもう絶対に見つからないものは持っていった方がいいかもしれないですね。だから服とかは結構準備していった方がいいみたいです。大事です。はい、6番目、アメリカに行って、何かすごいカルチャーショックみたいなのはありましたか？カルチャーショックですか？まあ日本ではほぼほぼあまり聞かないけど、やっぱあれですね、ガンシューティング。それがこうあまりにも身近にあったっていう、その身の危険っていうのを自分で守らなきゃとか、危機管理っていうのはやっぱ日本にいるとこうどうしてもこう平和ボケをしてしまうっていうのがあるよね。確かになんか日本だとなんか家の鍵を閉めずに家出たりとか、家帰っても鍵閉めないとか、たまに、僕田舎育ちで、そういうの結構あったりするんですけど、アメリカだとやっぱりなんかそういうところは結構しっかりしてたイメージがありますね。鍵ちゃんとしたりとか。なんか道歩いてて、あの人やべえな、やばいの度合いが日本とは違う気がします。恐怖を感じる。本当の身の危険を感じて、だからいつでもこうダッシュできる準備を割としてた気がします。他にはこれだけ？あとはあれですね、公共交通機関でみんな平気で電話で話をしてたりとか、大声で話を、逆に多分これは僕が日本に帰ってきた時のなんでしょう、逆カルチャーショックの方がむしろ大きかったのかな。日本があまりにもこうそこにうるさいっていう言い方なのか、それともそこをしっかりしてるっていう言い方なのかわからないですけど、そこは肌でこう感じることが多かったですね。確かになんかバスとかで電話してて何が悪いんだろうってちょっとアメリカにずっといたら思っちゃう。やりました。帰ってきた翌日に電車の中で周りの人にみんなに見られました。日本だとあんまりよくない。
よくないですね。ちょっとうるさい。そう文化は大事なんでね。僕のカルチャーショックはさっきも言ったんですけど、アメリカ行った時にすごい胸焼けがしてたんで、軽いご飯を食べたいと思った時に見つけれない。お店に行くとサラダかハンバーガーえ、ちょっとなんか親子丼みたいなやつ食べたいみたいな。油すごいですよ。なんかまあ今考えればなんか日本食屋さんとか、ファーとかフォーか日本語だとフォーとか、タイレストランとかもいろいろあったんで行けたのかなと思うんですけど、やっぱ最初行った時ってそういうの全然知らないですし、なんか普通にこう大きいレストランってやっぱアメリカのレストランで、なんかそういう軽めのご飯っていうのがあまりないので、それがすごくカルチャーショックで、もう本当に死ぬのかなと思って死ぬのかなまでいかないけど軽めの食べたいって思ったら自炊になりましたね。そうですね、住んでいけばどんどん、うん、お好み焼きじゃないやおかゆ作ったり、確かに。まあ日本食屋さんも今シアトルにいっぱいあるんで今は、大丈夫だと思います。じゃあ7問目、はい、シアトルで、うん何が一番好きでしたか？まあ、僕が今住んでいるのが日本の東京なので、多分寒い地域だからなのかわからないんですけれども、ゴキブリがいない。あものすごくそれが助かりました。これは完全に僕自身なんですけど、セミが苦手で。セミが苦手で、そう、なんかダメで、セミもいなかったのが僕にとってはもうなんか天国のようでしたね。で、夏もそんなに暑くないので、確かに基本的に過ごしやすい。特に東京とかで育った人からすると、でもちょっと自然欲しいっていう人には多分、いやちょっとじゃないね、自然の多さは東京に比べると多分まあ何倍も自然がある。でもダウンタウンの方に行くと結構ちゃんとしたそうだね都市になってるので、なんか都市と自然がマッチしてるというか、なんかすごく住みやすいですよね、ストレスは少ないかもしれない。確かにそういう意味では島は。俺は人がすごく印象的でした、なんかシアトルの人ってなんかすごくオープンな人が多くて、なんか大学とかで働いてたりしたんですけど、やっぱそういうこともあったからかもしれないんですけど、なんかオープンマインドな人がすごくいっぱいいて、なんか自分がすごく変な意見を持ってたりしても、なんかウェルカムウェルカムみたいな、へえそんな意見もあるんだみたいなのがすごくあって、やっぱ日本ではそういうのってあんまり見ない、まあそういう人も多分いっぱいいると思うんですけど、なんか大体日本だとやっぱりこのなんか型にはめられたような意見が多いのかなっていうのがあって、やっぱそういう経験できたっていうのがすごくためになったというか、そうですね。結構まあ多分それもなんだろう、いろんなこう人種を多分受け入れてるそう土地柄なのかなっていうのも思いますけど、確かただでもかといってあまりにもなんだろう、オープンすぎるわけでもないところは結構日本人も受け入れやすいところなのかなっていうのは思いましたね。なんかシアトルフリーズっていう言葉があってなんかそのシアトルの中での友達の人は相手を受け入れない、新しい友達は絶対に入れないみたいな言葉があって、友達を作りにくいっていうのがなんかアメリカでもすごく有名なんですけど、意外とまあ作っちゃえば作っていける。多分他のアメリカの地域の人からするとオープンさが欠けてるって思うのかもしれない。どうなんだろうね、そこ日本人からするとすごくオープンです。絡みやすい。確かに日本人から見るとそうなのかもしれないですね。いい塩梅ですよね。確かにお店の人とかもフレンドリーだし、じゃあ8問目、シアトルかアメリカで、なんかちょっと嫌いだったことってありますか？シアトル限定で言うと、まああれですね、雨ですね。長い。確か土砂降りっていうわけじゃないんですけど、雨のシーズンがただただ長い。まあ多分向こうの人はもうそれに慣れてるから、もう傘とかも特に差さない。ただやっぱり晴れてる日を見たいなとか、そういう気持ちにはなりますよね。なんか冬でもね、日本だと寒くても晴れてるみたいなのがあるけど、シアトルだと冬は雨で寒い雪で寒い。だからさっき好きなところで言ったのが、夏は逆に晴れてて気持ちいいです。確かにめっちゃいいんですよ、夏は。夏は本当にでも6月から9月ぐらい、3ヶ月ぐらいしかなくて、で暑すぎない、なんかカラッとした暑さなんで、30度ぐらいまで上がったりするんですけど、ムシムシしてないんで、もう外ですごく
遊びやすいというか、なんかそれ考えると今の日本のこの梅雨うん長引いてて、よく考えると今7月もう終わりで、うん8月からやっと梅雨明けって言われてるじゃないですか。で8月夏、そしてもう9月、うんそしてもう秋っそうですね。て考えると夏は確かに夏消えましたね。夏なんかもう1ヶ月とかで終わり。でも他のシーズンもそうですけど、これでここまでこう暑くなくてこうなんだムシムシもしてないっていうのはやっぱりシアトル、まあ、そこは好きなところになっちゃうのかな。そうですね、確かに嫌いなところなのに、まあそうです雨が多いけど、まあ、夏は好き、そう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 雨が嫌いだけどね。そうですね。なるほど、あります。そうなんです。僕がなんかまあそんなに嫌いなことはなかったんですけど、まあ天気はつけなかったんですけどね。シアトルのアパートってなんか1年ごとに契約が更新されるんですよ。なんか日本だと2年なんですけど、シアトルのアパートの更新って大体1年で、まあなんか3ヶ月とか半年とかできるところもあるんですけど、大体1年がマックスの契約で、なのでなんか毎年家賃が上がるっていうのがあった。なんかしないのか。でもね結構聞いてた。毎年上がるんで、毎年引っ越すみたいな、毎年引っ越して新しくなんか安いところ探すみたいなのがちょっと好きじゃなかったですね。じゃあ9問目、はい。シアトルで、シアトル限定じゃなくてもいいんですけど、はい。一番好きだった食べ物って何ですか？それは日本でも食べれますか？シアトルって限定した時はクラムチャウダーですかね。おお、確かにもうこれ一択ですよ。クラムチャウダーは日本じゃ食べれないね。食べれない。もう現地に行ってもう向こうの人がこう多分考えついた味付けだったりで、そのクラムチャウダーの専門店がダウンタウンにもあってね。あった。でいろんなこう、大きく多分3種類ぐらいのところから選べるんですけど、全部美味しい。懐かしい。あれはぜひぜひぜひ観光でもいいのでぜひ行ってください。なんかそんな高かったイメージもない気がする。でやっぱ向こうなのでちゃんとした量を頼むと本当にお腹いっぱいです。なんかクラムチャウダーどこでも食べれたよね。食べれた。どこでもっていうとちょっとあれなんですけど、なんか球場とかでもクラムチャウダー売ってたりして、それも結構美味しいやつあったんで、多分そこは分かんないですけど、日本と一緒でこう海産物のこう文化が多分あるからなのか海沿いだから美味しいですね。クラムチャウダー食べたい。食べたい。どっか日本でおすすめのところ教えてください。あるのかな、日本でも。ないの？確かにマジ日本であれば、なんかちょっと情報欲しいで待ってす。欲しいです。はい、じゃあ10問目、シアトル、アメリカにいるときに、日本のなんかすごい日本のものでなんかすごく恋しいと思ったものってありますか？トイレ、日本のトイレ、ウォシュレット、もうこれですよ、やっぱり。だからそれってでもなんかずっと思ってた？いや、僕その向こうに行く時に携帯用ウォシュレットを持ってたんですよ。そうだからそれはあったんですけど、やっぱりどこの日本って本当どこ行っても最近はなんかそのことをいちいち考えなくてもやっぱトイレがね快適にできるっていうのは日本の本当にいいところだと思いますね。ちなみにその携帯ウォシュレットの感想は？いいですよ。そうなんだ。なんだろう、こう頭の中で妥協点って思えば全然快適ですし、冷たっと思う時もあるんですけど、冬とかはそうなんかこう自分的にもこう衛生面もできたし、やっぱ楽だし、環境にもいいのかなって思うので、本当ちょっとこうカバンとかに入れるだけなので。なんか僕はもう4年間アメリカに住んでたんで、ちょっとそれは最初の半年ぐらいでなんか慣れたというか、もしなくてもいいやって感じになったんですけど、なんかアメリカの友達とかでお尻拭きとかを使ってる友達はいました。だからそれ見てでもなんかすごいと思って、なるほど。実際にそれ使ってみるとめちゃくちゃいいんですよ。いいっていうかそのお尻に優しい何の話なのこれ。いやでも大事ですよ。なんかそのお尻に優しい感じがしたので、やっぱそこは頭いいなというか、そういう風にアメリカの人はやってるのかなっていうふうに、思いました。やっぱそこのケアは日々の生活に関わってくるので毎日ね大事ですよ。本当に
僕が一番アメリカ行って恋しく思ったのはやっぱお風呂あね。アメリカだとやっぱシャワーとバスタブって全部ほぼ一緒、ほぼ一緒。すごいいい家住まないと多分別じゃないんで、なんでもうずっと学生だったし、なんかもうお湯に浸かる機会っていうのはゼロで、最初の頃はなんかまあ大丈夫みたいな感じだったんですけど、なんかやっぱちょっと風邪ひいたりとか、なんかちょっと気分下がってる時とかはなんかお湯に入れないって思うとなんか悲しかった。寒い日とかやっぱそう恋しい。本当に恋しくなりますね。で今なんかやっぱ日本で家住んでるとお湯に浸かるってやっぱ幸せだなっていうのは日々感じてます。あ、でもあれです、場所を選べば水着で入ったりするところはあるんで、確かになんか最悪それでもまあいっかっていう選択肢は場所によってはあります。ホットタブって呼ばれてるかな、シャトルもあったよね。シャトルもあった。なんかアパートについてるのあがあったけど、やっぱなんか日本みたいになんか熱々のお風呂に入れるとかじゃなくて、なんかちょっとぬるめの40度はない。そうなんかぬるま湯になんか浸かるぐらい、プールにある温水コーナーみたいな感じなら一応経験できますはい、では今日は最後まで、見ていただいてありがとうございました。こういうビデオが、留学情報とかこういうビデオすごく面白いなと思ったらぜひライクをしてください。でもしまだサブスクライブされてない方はぜひサブスクライブもお願いします。お願いします。 Alright, and I'll see you guys in the next video. Bye.